こんにちは、レイムです。おっす、マリサだぜ。いいこといっぱいあったかな？青子です。さよなら、さよなら、さよなら。オフコースか？淀川さんですよ。今回ネタは、ホンダが30年間にわたり歴史を築いてきた CB400 の生産終了について考察していくぜ。確か、主は元 CB400SB オーナーでしたよね。このバイクは本当にお世話になったぜ。ジムカーナの真似事をしてみたり、自分でメンテナンスしたり、早朝ツーリングに行き始めたのもこの頃だな。トンネル内でハイパー VTEC のオンオフを繰り返して、快音を響かせるのが超楽しかったです。そんな思いでいっぱいの CB400 以外にも、生産終了の車種が発表されてる。まだ排ガス規制対応していないバイクと合わせて、行く末を考察していくぜ。それでは、青月電子台、今回もスタートです。では、ゆっくりしていってね。今回の話のネタはこれだ。ホンダ、二輪車の一部機種の生産終了について、です。で、記事の内容はこんな感じだ。令和2年排出ガス規制、適用しない5車種発表。それらは2022年10月分で生産終了。ホンダのバイク一部生産終了は CB1100 から始まってて、今回は一挙に5車種の発表があった。結局、どういった経緯でこうなってるんでしたっけ？令和2年12月より、欧州ユーロ5と同等の令和2年排ガス規制が国内適用されたんだ。で、それ以前から生産していたバイク継続生産車については、50cc の現行車を除き、令和4年10月末までに対応させないと、国内販売ができなくなるんだよ。期限までに生産継続か終了かを選択することになるんですね。その通り。じゃ、今後考察していくぜ。それじゃ、今回の流れはこんな感じだ。1、もう、終わりだね。2、これがホンダの進む道。3、規制未対応バイクたちの未来。じゃ、はじめ5。1、もう、終わりだね。今回、生産終了が発表されたのは、これら5車種だ。CB400、スーパー4、スーパーボルドール、VFR800F、VFR800X、ベンリー110、ゴールドウィング、リアトランクレスタイプ、ゴールドウィングツアーは含まれません。まずは CB400SFSB からだ。CB400SF、スーパーボルドール。歴史ある車種なのに生産終了だなんてね。CB400 シリーズは味のある人気モデルだが、それだけでラインナップに残すことはできない。ってことだな。グローバルモデルでもないから、今以上の台数が出ることはないし、今後は現行最終モデルが教習所用バイクのベースモデルとして生き残るかも、って噂があるぐらいだ。あ、そうなんだ。完全に生産終了ではないんですね。実はこのバイク、海外でも細々と販売しててな。どこの国で売ってるの？シンガポールだ。ほら。へえ。初見内容も国内仕様と全く同じだ。でも、今更シンガポールで CB400 がバンバン売れるってことはないから、状況は何も変わらないってことですね。SB の特徴のあるカウル、滑らかに回るエンジン、そしてハイパー VTEC。他にはない魅力いっぱいのバイクだが、基本設計が古いらしく、排ガス規制に対応させると、車両価格が200万円近くになるって話だ。さすがにそれはちょっと。それじゃ、邪推タイムだ。正直、ホンダは完全に乗り遅れてるんだよな。400cc マルチのネイキッドに、100万近くする2気筒 CBR250WR がこれだけ人気があるのなら、次のステップとして4気筒の 400cc から600の中排気量で RR を準備するバズじゃん。なのに、発表する新型バイクはレブルや NT1100、ホーク11だ。2気筒だらけ。あの頃を思い出させる、400cc 欲しいんだよ。そういうおっさんはたくさんいますね。それに比べて川崎は、ホンダが抜けた 250cc マルチに、ZX25R を投入。2021年時点でも国内販売台数第3位で、その人気は一目瞭然だ。さらに、ZX4R なんてモデルも噂されてるし。本当に発売されたら、ミドルクラス SS は川崎の独壇場ですね。本当ですよ。話だけ聞いてると、対抗する意識なしとしか。きっと、こうして終了させた分の開発リソースを次世代バイクに割り振ってるんですよ。確かに、勢いだけでバイクは作れない世の中だけどさ。あの気持ちよく回るエンジンと、快音を奏でるバイクが新車で買えないのは、とても残念だ。次のターゲットは、CB1000R って噂も。ああ、許可さえ出れば。お次は、CB400 に勝るとも劣らない、特徴のあるエンジンを積むバイクだ。VFR800F、VFR800X。VFR の V は V4 エンジンの V。元 GP でホンダが採用しているエンジンレイアウトですね。レースエンジンには市販車にはない独特な機構が採用されてる。それゆえの高性能と耐久性という二律背反に挑むイメージは、バイクのプロモーションに最高の材料だと思いますが。長い前置きだったが、残念ながら VFR も生産終了だ。俺のエンジンはレース直径。って宣伝はもう古いのかな。ですね。唯一のネタは、噂サイトで掲載されてたレース用エンジンの転用開発話ぐらいだ。さっきからレースって言ってますけど、VFR ってそんなにレースって感じではないですよね。そうだな。
レース担当は CBR ってイメージだからな。VFR は V4 エンジンの特徴をツアラーに活かしたモデルだ。今回販売終了となる VFR800F、X はハイパー VTEC 搭載。TCS やクイックシフターアップのみ、グリップヒーターも装備されてる。レース由来の性能余裕のあるツアラーモデルに仕立てた VFR は、レース好きにはたまらないバイクですね。そうだな。うんちく満載でホンダ好きにはバカウケだぜ。で、今後の流れを邪推すると、さっきも話した通り、ホンダの新 V4 エンジンの話は噂サイトで結構見かける。さっき 250cc マルチや 400cc が欲しいと言ったが、今更出すぐらいなら、その開発力を V4 エンジンに注ぎ込んで、最後の花火を上げて欲しいと思う。他の噂として、2015年の次期 CBR1000RR や、復活する RVF1002V4 搭載かって話があったが、残念ながら CBR1000 と RRR は V4 エンジン搭載ではありませんでしたね。すると残すは RVF だ。RC213VS の注文が非常に多い場合は、ファイヤーブレードと RC213VS の間にある、安価なバージョンを検討できるかもしれません。これはホンダレーシング元社長、鈴木哲夫氏の過去の発言だ。ぜひ、今こそ復活を願います。じゃ、お次はちょっと箸休めだ。ベンリー110。ベンリー110ってどんなのでしたっけ？マクドナルドの軒先によく置いてあるバイクだな。それは主の行きつけの店だけじゃ。あ、三輪で大きなボックスが装備されてるバイクですね。それはジャイロだな。2アウト。ベンリー110は名前通り、110cc のエンジンを積んだビジネスバイクだ。生産終了後のシナリオは、新型スーパーカブの 125cc 搭載か、EV へ完全シフト、だな。さて、どうなるでしょう。それじゃ最後はホンダの旗艦、ゴールドウィングだ。ゴールドウィング。これにはびっくり。ホンダの伝統あるツアラーも生産終了ですか？リアトランクレスタイプのみ終了、だけどな。一部タイプのみ終了って、意味あるの？終わりだぜ。サクッと邪推してみるか。国内向け2021年2月に新モデルが発表された時の計画台数って、どれぐらいだと思う？100台ぐらい？ 400台。結構売れてるね。そして5月には売り切れ。早い。毎年手こ入れされてて、その度に400、700台ぐらいの生産台数となってる。水平対向6気筒 1800cc エンジンを搭載した、ホンダの技術力と威厳を知らしめるためのバイクだ。車で例えるなら NSX ですね。出せば売れるモデルで、買えなかった人が翌年再チャレンジするぐらい人気の車種って話ですね。でも、そんなに人気なら生産終了する必要ないのでは？その理由は、熊本にある。熊本？ゴールドウィングは熊本製作所で製造してる。ホンダの大型モデルを中心に生産している工場ですね。NT1100 やレベル1100や XADV、アフリカツインとか。そうだ。で、その中でもゴールドウィングは他の車種に比べ部品点数が多い。リアトランク周りを組み上げるだけでも、250cc スポーツモデル1台分の時間を使うって話だし、手組み、手作業部分も多い。生産コストも高いってことですか？それにゴールドウィングはとにかく専用部品も多い。受注数を見誤れば、その影響も大きい。今まではそれも許容範囲だったが、国際情勢と厳しい排ガス規制が、それを許さなくなった。もともとこのバイクは、裕福でホンダ好きで全部盛りが欲しい人たちに向けたバイクだ。たくさん売って利益を取ろうとは、そもそも考えてない。そこで、ゴールドウィングはホンダの思考バイク。こんな専用設計の塊バイクは他社にはない。最高級モデル1本に絞り生産し、本当に欲しいユーザーに届けたい。ってことだろう。本音は少しでも台数を減らし、他モデルを生産ってことですか？今後、国内向け台数はどんどん減ると思う。なので買える時に買っとくんだぜ。次期モデルの噂は、排ガス対応、ACC を中心とした安全装備がてんこ盛り、って話ですね。きっと400万近くになるんじゃないか？それは言い過ぎじゃ。でも、今より安くなることないと思うぞ。ワンモデル化されたゴールドウィングが今後どうなるか、楽しみにしましょう。今回生産終了になるモデルは以上だ。残念なお話ばかりで終わりなんて、もやもやですね。じゃ、お次は未来のホンダについて考察してみるか。はいな。これがホンダの進む道。お次は、終わりがあれば始まりがある。2022年4月12日に、ホンダが四輪電動ビジネスの取り組みについてという発表を行ったぜ。四輪の話ですか？二輪についての発表はなかったけど、関連がありそうな話がいくつかあったぜ。そのネタを掘り下げるんですね。その通り。開発体制の変更。四輪、二輪ともにコアとなる技術を研究開発する部分をグループ化するって話だ。事業部に合わせたリソースを提供してくってことですね。この進め方って、開発側から見たら超大変な気がするんだよ。なんで？それぞれの事業部向けに専門開発できるから、尖った開発ができるし、それが強みになると思うのですが。ま、大きなお世話ってことで聞き流してくれ。今までは二輪、四輪、PP という事業部単位で開発してたから、その中で技術を完結させればよかった。でも、今後は各技術を各事業部に対応させることになるから、〇〇向け技術がどんどん増えていくと想像できる。結局、事業部の数だけ調整が必要になるから、今までの体制で作ってたのと変わらないのでは？ってことですね。いきなりネガティブで問題発言じゃないですか。次の話は、大丈夫だ、問題ない。
商用車から着手。まずはビジネス向け車両を開発しノウハウを抽出。そこから個人向けに展開しようって話だ。これは二輪も四輪も同じですね。用途が限定できるから、車両に関する情報収集もしやすいし、なんかあっても一律的に対応できるからな。早くホンダの電動バイクに乗りたいレイムとしては、待ちきれないと思うけど、早く3領域のバイクを。こだわりのあるスポーツモデルを出す。やっと来た。四輪を構成するホンダイアーキテクチャーという発表があったんだが、これは EV プラットフォームにハードウェア、ソフトウェアのプラットフォームを構築し、その上にアプリケーションを準備する考え方なんだけど、これも心配だらけなんだよ。また心配ですか？でもこれ四輪の話でしょ？二輪は関係ないじゃん。そうは以下の金玉だ。戦術した事業部体制を思い出してくれ。車体を制御する技術はそれぞれが開発し、各事業部へ技術提供する体制だろ？こだわりのあるスポーツモデルなんて独自技術の塊だ。共通化の上で成り立つほど簡単じゃないと思うんだよな。なんで？こだわりを極めるなら、共通化なんてガン無視だ。こうした、矛盾し合ったいくつもの出来事をどうやってまとめていくのか。ホンダの腕の見せ所だな。散々文句言っといて、最後は期待してますよ的な。ホンダとライダーにとって、ベターな未来が来るといいな。3、規制未対応バイクたちの未来。今回発表された車種以外で、現時点のラインナップで令和2年規制対応してない車種もあるんですよね。あるよ。それじゃ、現状の対応状況を紹介していくぜ。令和2年排ガス規制対応済みの場合、形式の最初が8だ。そうではない車種をリストアップしていくぜ。欧州でユーロ5対応済み、国内新規制の認証試験待ちバイク。CBR650R、CB650R、リブル500、CB350、CB250R、CRF250L ラリー、フォルツァ、ADV150、PCX160、ディオ110、CT125、です。これらは排ガス規制をパスする性能や方法があると思われるので、生産終了にはならないはずだ。CBR650R、CB650R は2021年モデルでユーロ5対応済み。レベル500も、2020年に CMX500 としてユーロ5対応済み。CB350 もインドでユーロ5相当の BS6 対応済み。CB250R は兄弟モデルの CB300R がユーロ5対応済みなので安心だし。CRF250L ラリーは現行車でユーロ5を見据えたエンジンになってる。フォルツァ、ADV150、PCX160、ディオ110、CT125 搭載エンジン ESP はユーロ5対応済み。他には、同型エンジンを積むモデルが規制対応済みなので、規制クリアは問題ないと思う。継続生産者だが、50cc 以下のバイク。スーパーカブ50、スーパーカブ50プロ、クロスカブ50。グロム、ジョルノ、タクト、ランク。ですね。50cc 以下は、令和2年排ガス規制対応時期が2025年11月からだ。なので一旦は対象外。生産終了アナウンスはない。長寿不明のバイク。CBR600WR、CBR250WR、噂見つからず。レベル250、人気モデル。2023モデル噂はあり。RR たちですか？レベル250は、2年連続で国内販売1位を記録した人気車だ。それに CL250、500も発表が近いらしいから、ユーロ5対応の 250cc エンジンを準備して、次のモデルチェンジで対応って流れだと想像するぜ。残るは、CBR600WR と CBR250WR だな。まずは CBR250WR だ。ライバルとなる ZX25R も実はまだユーロ5には対応していない。しかし ZX25R はすでに規制を見越した対応がされているらしく、ユーロ5対応は難しくないって話がある。それに ZX4R の噂もあるし、ZX6R も生産終了にならないと思うが、CBR250WR については、全くそういった噂がないですね。それにホンダの新型 250cc4 気筒エンジン開発は凍結されたって話だ。CBR600WR も、唯一の希望は、今回の生産終了リストに入ってないことだけだ。それを信じて、新型発表を待つとしますか。だな。今回のお話は、以上になります。それじゃ、次はまとめだ。まとめという感じで色々語ってきましたが、個人的にはどうなの？マリサさん。愛着があるモデルがなくなるのは寂しいな。でも、それ以上に新しいモデルや技術で作られるバイクの方が気になる。確かに。なので、欲しいバイクがあって購入できる状態が整えば、買ったらいいんじゃないかな。主にその状態が訪れることは、しばらくないが。はい、正解。今年の11月は、バイク好きにとっては X デーとなりそうだな。何が起きてもついていきます。本田さん。では、今回はこの辺で。それでは、See you!